ーブ的視点のスティーブです。こんにちは。スティーブさん、なぜ日本語を覚えようとしたのか、よく聞かれますね。今日はちょっとゆっくりと、説明をさせていただこうかなと考えて、今日のトピックは、なぜスティーブは日本語を覚えようとしたのかというトピックです。いつも言うんですけど、48歳です。今年は49歳。1970年生まれ。ニューヨーク生まれなんですけど、正直に若い時に、もう18歳、大学生になるまでは、日本に全く興味ありませんでしたね。漫画とか、ああいう日本のゲームとか、あの辺には興味がなかったし、あと当時の車好きなんだよね。昔からはね、車大好きなんで。でもアメリカ人として、1970年に生まれたアメリカ人として、当然なことなんですけど、アメ車は一番でしたね。大きい、力のある、馬力のある、エンジン音の V8 のでっかい7リッターとか、そういう車にしか興味がなかったんですよね。なので、日本なんかはね、特に70年代、オイルショックの時に、アメリカに大量的に初めて日本から入ってきた車なんかはね、小さくて、安臭くて、あんまりいい車だと、もうどちらかといえば乗ってる人たちに指さして、何乗ってるのあんな車だから恥ずかしいんじゃねえか、パワーのない、安臭い、壊れやすい、やっぱりアメ車だったんですよね。で、そこから大学生になった。大学はアメリカの中西部、もうニューヨークから生まれのニューヨーク、ニュージャージーの方から中西部のウィスコンシン州に1988年に行きましたね。ウィスコンシン州立大学マジソン校、ウィスコンシンバジャーズですね。その時からもう最初から自分はもうビジネスの専攻、もうビジネスを勉強しようと思った。マーケティングと経営学ですね。ビジネススクールに入るまでの間にいろいろ取らなきゃいけないクラス、勉強しなきゃいけないことがいろいろあるんですよね。その中の一つは政治学だったんですよね。あんまり政治とかに学には興味がないんだけれども、比較的にアメリカの政治、日本の政治、中国とイギリス、その4つの国の政治を比較的にそういう内容のクラスだったんですが、日本の話になったらすごい面白いことがいろいろあったんですよね。もちろん政治とか物事もあったんだけど、日本の文化、鎖国の時から当時までの現在、それと戦争で負けた日本はもうあっという間にすぐに30年、40年、50年でたった40年ぐらいで世界一の経済になるんじゃないかって、当時88年代日本のバブルの時は日本は世界一の経済になるんじゃないかというふうに思われている時はあったんですよね。そんなにはるか昔じゃないですよ。またその日が来ると思うよ。日本にはね、頑張ればみんな。スティーブもとにかく話に戻るんだけれども、日本面白いな。こんなちっちゃな国、もう資源とかはね、もうない国はなんでこんなに急に戦争で負けた後急に世界一の経済になれるのか、すごいなと思って。あと日本人の働くスタイルについてもよく勉強させられたというか教えられたんですよね。日本人のチームワーク、それと日本人は一緒にグループワークとしてはうまくやってるのは日本人だから、日本がすごいどんどんもう大きくなってる、経済的にというふうによく教わったんですね。そこからやっぱりね、文化が面白い、政治学が面白い、働き方が面白い、やっぱりねお金になるんじゃないかっていうのがあったんです。スティーブは漫画、ゲーム、そういうアニメとかはね、に興味が全くありませんでした。車にもそういう日本車にも申し訳ないんだけど、当時は全く興味がなかったんだけど、これ、お金、やっぱりもう儲けたい、お金に興味があったんで、日本語を覚えればお金につながるんじゃないのかなと思ってて、当時は日本語の勉強も2年生、3年生の時から、大学3年生の時から日本語も勉強し始めたんです。お金を作りたい、たくさんのお金を作りたいからです。ダメです。その時は大変でした。多分クラスの中でね、一番日本語できなかった人ですよ。日本にも何回も行ったり来たり、もう留学経験のある人がもういっぱいいる中で、全くもう何も1から10まで数えれない。格闘技でも行った人もいたんだけど、少なくても1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
ってまで数えた人もいたんだけど、俺も1から10までも数えることさえもできなかった。Just learning. I can't even get to 10 without making a mistake right now. ダメですね。ダメ、スティーブさん。I'll teach you. I'm gonna teach you. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10。その1年勉強頑張って、その夏だったのかな、日本人の留学生の友達できたんですよね。兄弟だったんですけど、2人はアメリカまで勉強しに来た埼玉の子たちだったんですけど、その埼玉の2人のお父さんかな、お父さんは日本の養鶏場、鶏の、農場の経営者だったんですね。まあその時までは日本に行ったことないから、日本に一度行ってみたいなと思って、もっと日本語上達するんじゃないか、もっと勉強になるんじゃないかと思って日本に行きたいなって相談したら、スティーブさん、夏休みの間によかったら部屋があるんで、養鶏場の方でバイトでもしてみたらどうですかって、勉強になるんじゃないかと言われて、その夏に行ってみたんですよ、初めて。1991年か92年だったのかなに、初めて日本の埼玉の岡部っていうところご存知ですか？本庄と深谷の間にある当時砂利道、養鶏場とか農場とかが多いところに行ったんですね。そこに2ヶ月ちょっといましてね、そこであんまりまだ片言しか喋れない私はスティーブです、はじめましてみたいな感じの日本語しかできなかったスティーブなんですけど、養鶏場でアルバイトしました。養鶏場でそのバタリアンたちともう喧嘩しながら、おばちゃんたちな、失礼かな、ちゃんたちと喧嘩しながらとか、もう話しながら笑いながら、お昼のその連ドラマを見ながら結構勉強になりましたね、そこで。ではその2ヶ月後にもういろいろいい経験してアメリカに帰って日本語の勉強に自信がついたんだよな。その時から俺ができるぞ、お前らはその留学経験のあるお前らより俺はできるぞって、ちょっとこうなったのかなという流れで、年に毎年アメリカで行われる全国日本語弁論大会ってあるんですけど、シカゴで行われるイベントなんですが、在日米国商工会議所、それと日本の領事省というんですか、その大使館はスポンサーになって日本語を習っている大学生、アメリカの大学生はそこに日本語弁論大会にも出れるというコンテストがあるんですが、私はそこに出てみました。日本語弁論大会に1名たった1人を推薦します。日本語弁論大会か。頑張るぞ。みんなそこに出る人がみんなスーツ着て、硬い日米貿易の抹殺とか、日本の文化とアメリカの文化の硬いつまんない正直になの話の中で、私がね出てきたら養鶏場のユニフォーム着て、つばの長い帽子のほら糞かけられないようにね、つばの長い帽子かぶって長靴まで入ってステージに登った瞬間で、みんなこう目が覚めちゃって、もうお笑いになりましてね、養鶏場での経験というスピーチをさせてもらいましてね、爆笑になりましてね、結構面白かったね。優勝しました。1位として選ばれて、当時日本航空からファーストクラスの往復チケットもらって、それで日本までまた行けたんですよね。でもその前に日本の企業から、当時はインターネットとかはなかったよ、 E メールとはなかったし、テキストとかショートメールとかはなかった、LINE もなかったぜ、その時はね。そういう時もあったんですよ。読売新聞と朝日新聞に載せられたんですよね、この人が優勝したと。それで日本の企業から大学の日本語プログラム経由で話していただきました。スティーブさん、ここで働きませんか、シカゴにある会社の支社で働きませんかというオファーをいただきました。大学生でね、嬉しかったんですけど断ったんですね。断った。いや、日本に行きたい、日本に行きたいって言って、いやーでもねスティーブさん申し訳ないんですけど、日本ではね外国人はねうちはねやってないんですよ、雇ってないんですよって。当時はそうだったんですよ。外国人あんまりまだ日本ではね働いてる方が少なかったっていうか、今と全然違って雇ってる会社、外国人入れようとする会社は当時はあんまりなかったんですよ。でもその会社の部長さんが他の会社、日本の会社の紹介してくれて、コンピューター関連の会社なんだけど、その会社はスティーブさんは日本に行きたいならうちの本社の方ではどうぞっていう
話になって、まあ簡単にね、その流れで、1993年から初めて日本に行って、5、6年ほど日本に住んでたことがありましたね。そういう流れでしたね、スティーブは最初は。そこからどんどん日本に住みながら、仕事しながら、日本人の友達作りながら、飲みながら、カラオケしながら、もう車をいじりながら、その時から車気に入りましたよね、日本車は。その時から、日本に行ってから、その夏休みの間に日本車見て、かっけー車が多いなと思ったとこから日本語は少しずつ、できるようになった流れですよね、スティーブストーリーは。この続きは次回、どういうふうに日本語をもっと上達したのか、どういうふうにもっと勉強したのか。これはまあ私は英語から日本語。でもね、外国語を覚えるには同じようなやり方すれば、あなたも英語、ドイツ語、中国語、何語でも勉強できると思うので、次はそのコツっていうんですか、そのやり方も教えますので、皆さんチャンネル登録してますか？チャンネル登録とインスタ、フェイスブック、ツイッターも一通り全部フォローしてね、よろしくお願いします。ではいつもスティーブ的視点ではサムズアップですね。